ねえばあちゃんのチャンネルへようこそ。右の白いのがアシスタントの僕です。左の青いのが私、ねえばあちゃんです。名探偵ポアロ、テレビシリーズ、全70作品一気紹介、パート2です。第4シリーズからですね。超速、超雑です。ネタバレありです。ご注意ください。うえ。第4シリーズはいきなりあれですよ。あれですね。それでは、レッツゴー。第4シリーズ1992年は、長編3作品のみです。シーズン開幕にふさわしい名作。ABC。冒頭に映る、1936年の鉄道時刻表、白鳥のステッキ。それ知ってます、ポアロさんの杖ですね。タイトルにもなってる ABC は、アルファベット順ってだけじゃなく、ポアロさんへの挑戦状、手紙の差出人の名前でもあります。最初の手紙、読みますよ。エルキュール・ポアロ、君はうぬぼれているね。愚鈍なイギリス警察が解決できない事件も自分なら解決できると。賢明なるポアロ君、君がどれほど賢明か見せていただこう。多分このくるみは硬くて君には割れないだろう。21日アンドオーバーに注意せよ。警部、ABC。アンドオーバー、B、ベックスヒル、C、チャーストン、そして、D、ドンカスターで、事件は急展開します。AB カストという名前の容疑者が自首。ABC だらけ、複雑すぎる。犯人さん、ちょっとやりすぎましたね。ここまで複雑な構成を考えたアガサ・クリスティに脱帽です。名作と呼ばれるゆえんですね。では次、雲をつかむし。舞台はパリです。この作品は、なかなか事件が起こりません。前半、出会った人たちや、見聞きする情報が事件を予感させますが、何も起こらない。美術館に行ったり、テニスの試合を見に行ったり。そして休暇を終えた帰り道。パリとロンドンを結ぶ飛行中の機内で事件が起こります。密室。しかも空の上。ポアロさんは座席で熟睡中。ポアロさん、飛行機嫌いですもんね。吹き矢、乗り合わせた面々、殺されたのは、金貸しのマダムジゼル。密室で誰にも気づかれずにどうやって、そうそう、フランス警察の捜査になりますが、被害者や乗客がイギリス人ということで、ジャック警部がフランスに来ます。ヘイスティングスお休みの会です。代わりに客室乗務員が助手役です。今回は、小ネタが少なめなんですけど、実際に行われた有名なテニスの試合を再現していたり、パリを観光するポアロさんの満足そうな様子が印象的な回でした。では、小ネタなさそうなので、次行きましょう。愛国殺人。実はこの作品、各国で異なるタイトルが付けられています。現代は、ワン、ツー、バックル毎週。イギリスの同様です。この歌で遊ぶ子供たち、ちょいちょい出てきますもんね。アメリカでは初版、ザ・パトリオティック・マーダーズ、ペーパーバック版、アン・オバードーズ・オブです。ちょっと、タイトルで全然印象が変わっちゃいます。私は現代派、ワン、ツー、バックル毎週。日本はアメリカ版の初版、しかも直訳。芸がない。愛国だと違う意味に捉えちゃいますよね。ポアロさんが通う視界がなくなって、自殺で処理されそうになるんだけど、そんなはずない、とポアロさん。ジャック警部と二人で調べていくと、行く先々で死者が出るんですよね。背後に、実に独善的な考えの犯人が、自分は国のためになる人間だから、自分の方が大事でしょ、って考えの犯人に、ポアロさんは、命に差別はないと毅然と、いつになく厳しい口調で返します。ポアロさん、本気で怒ってましたね。ポアロさんのマジギレに、惚れ直しました。ラブ。出た、ラブ。ジュテーム。うはぁ。続きまして、第5シリーズ、1993年、短編復活のシリーズです。エジプト墳墓の謎。ここでエジプトが初登場ですね。ポアロさんで海外といえばエジプト。シリーズ後半に、エジプトを舞台にした長編名作がありますね。今回は短編で、序盤ロンドン、中盤からエジプトという設定です。王家の谷でメンハーラ王の墳墓が発見され、扉の封印を破って中に入った考古学者が急死するシーンから始まります。王家の谷、呪い。関係者が次々に亡くなって、やっぱり呪いはあるのかと。迷信を恐れる人々。ミスレモンとヘイスティングスが、ブランシェットというこっくりさんのようなお告げ遊びをしたり、イギリスにもあるんだなぁと思いました。お留守番だったミスレモンに、お土産を忘れないポアロさん。小ネタ来た、そこ大事。次は打って変わって、当時の最先端、化学製品を扱う会社が舞台です。負け犬、シンプルなタイトルですね。傲慢で自己中な社長が殺害されます。そうそう、この回は、ミスレモンが催眠術にはまって、ポアロさんに催眠術をかけようとして失敗。確か、殺された社長の奥さんに催眠術かけるんですよね。そうそう、ミスレモンを連れて行って、社長の奥さんは、見事にかかっちゃうんです。ミスレモン大活躍。ギリギリの一番肝心なところで目が覚めちゃうんですけどね。ですよね。お約束。次は黄色いアイリス、短編ですが有名なタイトルです。I've forgotten you. I never think of you. 歌ってるつもりですか？いい歌なのよ。確か、ポアロさんのところに黄色いアイリスが届いて、ちょうど2年前、ブエノスアイレスで起こったこの事件を思い出させます。I've forgotten you. レストランで、この切ない曲を素敵なジャズシンガーが歌ってる間に、アイリスという名前の女性が亡くなります。ブエノスアイレス、アルゼンチン、2年前、もしかして、結婚して、アルゼンチンで暮らし始めたヘイスティングスに会いに行くため、ブエノスアイレスに到着したポアロさん、ストライキで足止めを食らって、ブエノスアイレスから先に進めなくなるんです。それであのレストランへ行くんですね。その時、解決できなかったんですよね。次の日、クーデターが起こって、スパイ容疑で強制出国させられることに。なんとまあ、政治が不安定なせいで、
事件の捜査どころじゃなかったんですね。そして2年後に届いた黄色いアイリスの花。その日の新聞に、あの時と同じレストランが近々ロンドンでオープンする広告が、ドラマチック、こんな展開を思いつくアガサ・クリスティはやっぱりすごい。I've forgotten you。また歌ってる。この歌、実はアガサが作詞した劇中歌だそうで、カバーしてる歌手が結構いるらしいです。原曲あるのかと思ってました。I've forgotten you. I never think of you。はい、歌はそこまで、次行きますよ。ちょっと待って。スパイ容疑で強制送還されるとき、投獄されて移送されるポワロさんの、髪が乱れてボサボサなんでしょ。なんで知ってるの？めったに見れないボサ頭。ラブ。はいはい、言うと思った。もう、押してるんで、次行きますよ。巻いて巻いて謎の遺言書。ケンブリッジ大学が舞台の回ですね。ポワロさんの友人アンドルーが、遺言を明日書き換えるつもりだ、と話した翌日に亡くなります。遺言相続のごたごた。ここまではよくあるパターンですが、一ひねりも二ひねりもあるのがアガサ・クリスティ。確か、男女同権、男女平等がテーマで、大学のディベートクラブが出てくるんですよね。当時の社会ではまだまだ女性の権利が認められてなくて、女性とは、卒業式にも出席できなかったそうです。元の遺言で得する人か、それとも書き換え後の遺言で得する人か。この回は、驚きの真犯人、完全にしてやられました。まあちょっと、アンフェアな気も。それを言っちゃおしまいよ。続きまして、イタリア貴族。マフィア絡みでしたっけ？というよりも、ミスレモンの恋バナ絡み。そして、ヘイスティングスの新車購入絡み。サイドメニュー多すぎ。ポワロさんが友人の医師に招かれて、食事をしていると、フォスカティに伯爵というイタリア貴族から、助けてくれ、の電話が。ポワロさんたちが駆けつけると、すでに殺されていた。伯爵はマスナーダと呼ばれるイタリア裏組織と関わりがあって、ミスレモンの男友達や、ヘイスティングスの新車ディーラーとも繋がっているんですよね。ヘイスティングスはイタリア車を購入したんですね。アルファロメオだそうです。ちなみに、ラストで犯人とのカーチェイスに使われて、ボコボコになります。ヘイスティングス。新車。ご愁傷様です。はい、次。次は、どうしたんです？うわぁ。ビルジニーからもらったブローチ。ということは、チョコレートの箱。てってれー。ポワロさん、ベルギーへ行く、の巻。ジャック警部の叙勲式に同伴する形で、亡命前、警察官時代を過ごしたベルギーのブリュッセルを訪れます。同僚だった旧友たちとの再会。そして、思い起こされる、ベルギー時代のとある事件。ちなみに、ベルギー時代のポワロさん、若くて痩せてて、髪の毛も少し多め。まあちょっと、おでこはすでに。髭は健在、昔からだったのね。正義感が強くて、皆に信頼されてる感じでしたね。やっぱりこの回は特別だわ、ラブ。出た、ラブ。今回は特別会みたいなものなので、多めに見てあげましょう。メルシー、ブワ。で、事件はどんなでしたっけ？確か、20年前の警官時代に、若い政治家の男性が亡くなるんですよね。病死と判断されるんだけど、殺人ではないかと思ったポワロさんは、上司に捜査の許可をもらおうとします。捜査は禁止、圧力。ますます怪しい。同じように殺人ではと思ったのが、被害者の亡き妻のいとこ、美しいビルジニー。ビルジニーとポワロさん、二人で捜査を始めちゃいます。最後に食べたチョコレートを分析すると、致死量の薬が検出されて、やっぱり、ということは犯人は、まあね、そう簡単にはいきませんわよ。ですよね。しかーし、真相にたどり着いたポワロさんとビルジニーは、沈黙を守ると決断します。なので私も沈黙を守ります。散々ネタバレしてきて、ここは沈黙ですか？ポワロさんに任せる。終わりちょい待ち、あのブローチは。捜査してくれたお礼に、ビルジニーがポワロさんに送ったもので、ポワロさんは今でも毎日つけて、大事に。ブワ。思い出の品。ポワロさん、嬉しかったんですね。はい、次。死人の鏡。これは、密室殺人の回です。時報代わりのドラが鳴る回です。ドラが鳴る？どんな事件でしたっけ？ポワロさんがオークションで、お目当てのアンティークな鏡を競り落とそうとしたんだけど、最後に邪魔をされて競り落とせず。美術品をたくさん持ってるのに、金儲けしか考えてない人に負けちゃうんですよね。その傲慢金持ちが、詐欺にあったとかで、調べてくれたら報酬に鏡をやるぞって、ポワロさんを自宅に呼びつけるんです。嫌な奴ですね。で、招かれて泊まりに行ったら、ディナー直前に、鍵がかかった書斎で自殺？そんなはずないわよね。上って言っちゃった。ただこの回はちょっと、オカルトっていうか、スピリチュアルっていうか、そういう要素が入ってきて、ちょっと残念な終わり方だったわ。密室のトリックは？ポワロさんが速攻で解決します。よし、では、第5シリーズ最終は、グランド、メトロポリタン行きますよ。これは真珠のネックレス塔なんですね。怪盗ファントムが真珠を盗むって内容の演劇、舞台で、本物の真珠のネックレスを使って、案の定、盗まれるという話ね。まあ、管理がずさんで、最初、ポワロさんも、保険金目当てではって疑うんですよね。元はといえば、西洋のために訪れた海辺の町、それなのにやっぱり事件は起こる。ポワロさんあるある。劇のタイトルも、豚に真珠、ですし、もう、主催者を疑うしかないって気もします。ほとんどネタのような興行主の吸ったもんだで、シリアスさに欠ける印象の回ですが、実は、この回は、短編の映像からストの作品なんですよ。
この先は全部、長編ですか？なんとなく、ほんわかした回で締めるというか。あ、そうそう、この回はラッキーレンの回です。地元紙の企画で、今日の人物、ラッキーレンを見つけたら10ギニーもらえるってやつで、行く先々で、ポワロさんが、ラッキーレンでしょ、お金ちょうだい、って言われまくる回です。確か、最後の最後で、ポワロさんが本物のラッキーレンを見つけるんですよね。おかしなヒゲ仲間。顔全然違うのに。まあ、なんだかとっても和むネタ、ほっこりな回でシーズンを締めくくりました。さて、続く第6シリーズからは長編、パート3の動画に続きます。動画の尺の関係です。70はコンプリートの道のり。次のパート3では、ピッコリーロードや犬のボブが出てきますよ。引き続きお楽しみいただければ幸いです。いいね、やチャンネル登録いただけると励みになります。よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。ではまた、ルボワール。